こんにちは、カズマです。2月4日火曜日、時刻は昼の12時を回りました。今日はすごくいい天気ですね。もう空真っ青なんだけど、風が強くて、もうめっちゃ寒いです。てか、ちょっと眩しいですね。周囲の様子はこんな感じですね。明日か明後日頃には、大寒波が押し寄せてくると言いますか、大雪警報が出てるんですよね。もうすでに日本海側はもう大雪警報が出ていて、もう移動するなり、あとは水道管が凍ってしまったりとか、あとは道路がものすごい積雪の量でもう車が通れなかったりとか、もう本当に大変な状況らしいんですよね。僕が住んでるところは全然この通り雪なんもないんですけれど、本当に場所によりますね。明日から天気が悪くなるっていうことなんで、今日のうちに動画を撮ろうかなという思いで、それでこうして今カメラを片手に歩きながら動画を撮っています。眩しい。ちょっと目開けられないですねこれ。でもそれだけ今日すごいもう天気良くて、空が真っ青なのはいいけれど、これ風がなかったら最高なんですけどね。でこの風の強い中で僕の声がクリアに聞こえてるかどうか、その風音、そのノイズが入ってないかどうか、もうそこだけが唯一気になりますね。それでもこのワイヤレスマイクめっちゃ便利です。今日確定申告を終えまして e-tax を使ってもう一通り入力作業を終えて、で必要な項目をちゃんと入力して、でそれで送信し終えたところです。めんどくさかったけれど早いうちにやっておきたいなと思って、それでね、空いた時間を利用してなるべくね早い段階で済ませること、面倒くさいものだったり自分にとって極力やりたくないようなことはもう午前中に終わらせる、早い段階で終わらせて、でその後もう自分にとってその好きなことだったり、なんか他にやりたいことに、専念しやすくなるんで、やはりこういうのは早いうちに終わらせるのが一番いいんじゃないかなというふうに思います。最近ねどこも工事ばっかりでして、外で撮影する場所が意外と少ないんですよね。このカメラを置いて定点撮影をベースに動画を撮りたいんですけれど、その定点撮影するのにぴったりな場所がねあんまりないんですよね。前とある川の近くでその河川敷で定点撮影をしていたんですよ。そこにカメラを置いて座り込んで、でそれで、カメラに向かって話すっていうような感じのことをやってはいたんだけれど、最近それがやりづらくてね、天気の状況次第でもありますし、あとは周辺に誰かがいるってなるとちょっとやりづらいんですよ。本当にやりづらくて眩しい。その中でどうやって外出先で、動画を撮り続けていこうかなっていうふうに考えてはいたんですけれども、なんだかんだ言ってやっぱりこのスタイルが一番ベストだなっていう気がしましたね。その都度移動しながら日々の状況であったり、その人生に関することであったり、あとはミニマリズムに関連すること、できる限り少ないもので生きていくことの大切さについて、僕なりに考えていることや、そのこれまでの体験をただひたすらありのまま思ったことを喋り続ける、もうそういう風にして動画を撮り続けていきたいんですよ。いろんな動画をねいろいろ試してみて、いろんな形式の撮り方であったり、自分がちょっとやってみたいなと思うような撮影方法や編集の仕方をいろいろ試しにやってはいたんですけれども、最近ではこのやり方で動画を撮ることがやっぱ多いですね。初めての頃は何もわからんくて試行錯誤を交えつつ失敗を繰り返しながらこうやって一個ずつ積み上げていくようにして、動画を撮り続けてはきたんですけれども、結果的にはやってよかったなと思いますね。こういう時はこうやって編集すればいいんだとか、もしくはこういう風に撮影すればいいんだっていうような感じで、その時その時の、反省点というか新たな気づきであったり、そういうのを交えて、続けてきたわけなんだけれども、ここまで来ると誰もいないですね。とりあえず、確定申告
e-tax を使って、もうパパッと手続きを終えたわけですので、いやー、だいぶすっきりしましたね。もう気持ち的にはなんか、すごい、面倒なものを解消できたというか、終わらせるべき問題を一つクリアすることができて、だいぶ、なんていうかな、心が楽になったような気がします。ここ通行止めなんだ。マジか。ということは向こうから、あっちの方まで、工事が行われるみたいですね。いやー、しかしちょっと今日は風が強いですね。ちゃんと聞こえるんかな。まあようわからんけれど。で、話を戻しますが、こういう感じで今、とある東屋の下で、こうして動画を撮ってるんですけれど、ちゃんと見えるかな。まあいいわ。本当だったら会計ソフトを使ってもう一発でもう入力作業とか全部そういうのをもう機械任せで、済ませるのが一番ベストだと思うんですよね。会計ソフトって言ったら確かマネーフォワードとフリーだっけ、なんかそういうのがあるじゃないですか。年間で契約するプランと月額制のプランがあるらしいんだけれど、それに入ってで自分のクレジットカードの情報やもしくは銀行口座の一部の情報をその会計ソフトに、組み込むっていうか、連携することによって、自動的に振り分けてくれるらしいんですよね。それめっちゃええなと思って。ただ、自分の場合はそんな大してこれちょっと言いづらいんだけれど、そんな大して稼いでるわけでもなく、むしろものすごい自利品なんで、大抵のことはもう手入力でもう手作業で完結できちゃうんですよね。それは生きていく上でお金は必要ですし、何をするにしてもお金は必要ですので、どうしてもね生きていく上で絶対に切っても切り離すことのできないものだから、今後どうやって自分の今できることを生かしてその自分のこうやって個人で発信するこのコンテンツをどうやって盛り上げていくべきか、そういうのも日々考えながらこうして動画を撮ってはいるんだけれど、一体どこに向かってんだろうなって時々思うんですよね。もっとジャンルを絞るべきなのかもしれないし、どのその視聴者に対して、どういった人々をターゲットに個人発信を続けていくか、いろいろ考えてはいるんですよね。そうやって YouTube のことについて考えながらこうやって歩いてはいるんだけれど、眩しいなんていうかね、ややこしいっていうかなんていうか、まず一つ確実に言えるのは、たとえどんな時でもまず続けることをやめてはならない、これだけは自信持って言いますね。もし何かうまくいかないことがあったとして、ちょっとつまずいただけでそれですぐやめてしまうようでは、もういつまでたっても何も変わらないし、その先へは進めないし、ただこうやってうずくまっていたところのもう誰も助けてくれないんですよね。誰も助けてくれないんです。たとえそれが家族であれ、友人であれ、親戚であれ、いとこであれ、会社の同僚であれ、誰も助けてくれないんですよね。もう最後に頼れるのは本当に自分しかいないんで、そうやってね、その自分でコントロールするというか、もう自分自身で整えるっていうか、どう言えばいいかな、そう自分自身をいかにコントロールして、でそれで、今後この YouTube であったり、あとはノートもそうだけれど、どうやってその自分のメンタルを維持しながら続けていけばいいかとか、やっぱいろいろね考えることあるんですよ。でそれだけじゃなくて、やっぱりさっきも言ったようにそのお金のこともそうですし、でこれから先の、どうやって生計を立てていくかとかもいろいろねもう考えることがもうたくさんあって、でいっぺんにもうそれぞれ全く違うことがもう頭の中でバーって出てくると、もう何もやる気起きなくなるんですよね。だからそういうのもあって、僕マルチタスクっていうのがどうしても苦手でして、何か一つのことに取り組む、できればそれを終えてから次の段階に進むようにしたいんですよね。だからもうそれを解消するために、そうやってなんていうかな、今やるべきことを一個ずつクリアしていくことを目的に、それでトゥードゥーリストを設けるようにしてるんですよ。でもそのトゥードゥーリストってただそれをやるだけではいけないんですよ。それなんでかっていうと、ちゃんと何日までに終わらせるとか、何日から例えばこの日の何時から何時までに終わらせるとか、そうやって時間を決めて期限を決めて、そうやってやらないといけない、やらざるを得ないような状況に身を置くようにしていかないと、何も
やらなくなるんですよ。というか後回しにしてしまうんですよね。だからそれを思った時に、これちゃんと期限を設けて、で何日まで終わらせるっていう風にその自分の中でちゃんと制限をかけるようにしないと、もうどんどん後回しにしていって、でやるべきことが、そのタスクというかそのやるべき作業がどんどん積み重なっていって、もうどれから手をつけたらいいかわからないっていうようなことになってしまうんじゃないかなっていう気がしたんですよね。だからそこについてはちゃんとカレンダーに、この日はこれをやるとかで、この日はこの予定があるからそれまでに準備するとか、そうやってちゃんと書くようにすること。あとは携帯とかパソコンでもいいけれど、そのカレンダーのアプリやそのリマインダーって言えばいいのかな、そのリマインダー機能を使ってちゃんと忘れないようにすること、ちゃんとこの日に作業に取り掛かるっていうような合図というか、その呼び出し音とかそういうのを使ってやるのでもいいし、今日やる予定とかそういうのをスケジュールを組んで対策を取るか、そこら辺は人それぞれなんで、ご自身のやりやすいように設定していけばいいと思うけれど、カレンダーに、この日はこれをやるとか、この日はその e-tax を、使って確定申告を終わらせるとか、あとはこの日のこの時間帯は YouTube の動画を撮る、そういう感じでその日ごとに、やるべきこと、しないといけないことなどをちゃんとリスト化して、時間を設けて、対処するようにしています。それでもね、その時の気分であったり、体調が優れない時であったり、あとはこうして動画を撮る時そうだけれど、喋れる時と喋れない時、その波がすごいんですよね。もう全然喋れない時はもう全然喋れないというか、こうして外に出ていざカメラに向かって話をするってなったとしても、あれ今日なんか全然喋れないとかって、あれ今日一番話したいと思ってたことがなぜか今一つ自分の言葉で話せないっていうような、そういう現象が起きたりするんですよね。それだったら人によっては台本作ればいいじゃんって思うかもしれないけれど、僕台本作るのすっごい、苦手っていうか単純に面倒くさいからやりたくないんですよね。で今だったら自分で手入力する以外に、そのチャット GPT とかそういうね生成 AI を使って台本を作る人たちもいるらしいけれど、それはね要点をまとめて、でこの内容に沿って作ってくださいって言えば、その AI で勝手に台本をバーって作ることができるわけですよ。それもそれで楽だろうなと思うけれど、 AI を使っていけばいくほど自分の考える力が失われるんじゃないかなと思って、その自分自身のその人間の本来持つその考える力、判断力や意思決定をする時や何かを選んで、それが自分にとって最適であるかどうかを選び抜く力、そうやってね、そういう全般的なその考える力というものが失われていくんじゃないかと思うんですよね。であとはさっきも言ったように、その AI で台本作るのもそれは別に否定はしないんだけれど、僕はあんまり使いたくないなと思って、特にこうして外で歩きながら動画を撮るってなった時、こんな風に台本持ちながら動画撮れないんですよね。だってこうやってカメラ見ながら台本見ながらこんな風にできないじゃないですか。でなるべく自分の言葉で話せるようにしたいんですよね。誰かとこう雑談形式で話をする時もそうだし、実際誰かと話をする時もそうだけれど、やっぱりその雑談力ってすげえ大事だなと思うんですよね。話をする上で相手とその円滑にコミュニケーションを取る上で、やっぱり情報の引き出しっていうのは話題の引き出しというのは多ければ多い方がもっと盛り上がるでしょうし、基本的に退屈することもないし、そういうのを考えるとやっぱり話が上手い人、雑談が上手い人とかコミュニケーション力の高い人って、そういうところがねすごいその守備範囲が広いというか、ものすごいその情報の引き出しがすごい多いんで、あれはマジで尊敬するというか感心しますね。あれは本当に感心します。こうして今歩きながら動画を撮ってるんですけれども、一体僕のチャンネルの視聴者層ってどうなってんだろうな。多分10代の子とかはそんな見てないと思うんですよね。YouTube のアナリティクスだっけか、そのデータ分析みたいなのをできるページがあって、それ見た時割と30代か40代ぐらいの人が見てるらしいんですよね。だからそういうのを見るとやっぱり
そうどういう層が、どういう視聴者さんが自分の動画を見つけたのか、それで、自分の動画を好んで見てくれてるのかちょっと分かんないけれど、いろいろ試行錯誤を交えながら自分なりにやってみたいと思ったことや、ちょっとこれ面白そうだなと思ったものを優先してもう片っ端から撮り続けてきたわけなんだけれども、なんだかんだ言って意外と長く続いていることに驚きではありますね。もう地道に一個ずつ積み重ねていくのが、これから先大切なんじゃないかなというふうに僕はそう思いますね。一発狙いなものとか炎上狙いなやつとか、僕そういうのあんま好きじゃなくて、それで中途半端に気を引こうとしたところで、その先長く続かないだろうなって思うんですよ。であとはそうやって炎上狙いなものとか、そう見る人の感情を刺激するようなやつとか、僕そういうのがあんま好きじゃないんでね。性格の悪さが出るっていうか、そういう動画コンテンツを配信している人たちの人間性を疑うというか、それ人によるけどね、それが意図してやったものなのか、もしくはまさかこんなことになってしまうと思わなかった、そういうつもりなかったんですみたいな、そういうパターンももちろんあるでしょうし、それがいいかどうかはそれはね、その人たちが勝手にやってることなんで、僕がどうこう言えるわけじゃないんですけれども、今本当に情報がものすごい多いわけでさ、いろんな広告がもうびっしりと詰まってるわけで、情報の取捨選択というか、自分にとって不愉快だと感じるものであったり、見る必要のない、情報やそのコンテンツとかそういうものはもうほぼ遮断するようにしていますね。なるべく見ないようにするというか、情報の取捨選択というものがこれから先重要になってくるんじゃないかなっていうふうに僕はそう思いますね。だって見る必要ない情報に振り回されて、それで、集中力が、途中で途切れてしまうというか、そういった弊害が起きてしまうわけですよ。っていう感じで今こうしてただ適当に歩きながら動画を撮ってるんですけれども、明日からね天気が悪くなる予報ですし、もうこれ逃したらもう次はないだろうなと思って、それで今空いた時間を利用してこの天気がいいうちに、ありのまま思ったことを、そのリアルなことについて、ただひたすら喋ってるだけの動画なんですけれども、本当にね、いつも僕の動画を見てくださっている視聴者の皆さん、誠にありがとうございます。はい、というわけで終盤に差し掛かったわけなんですけれども、こうして外で動画を撮るのは当分先になりそうですね。来週以降になりそうな、そんな予感はするんですけれども、できれば外で動画を撮りたいんですけれども、その日の天候状況ではそれがどうしてもできない場合だったり、もういくらなんでもね、風が強すぎたり、もう雪とか雨が強すぎてこうして動画を撮ることが非常に難しい状況もあったりするんで、そういう時は無理せずに、自宅で動画を撮ろうかなと思いますね。その場合はそうですね、テーブルに一眼カメラを置いて、でこうやってマイクをつなげて撮影するのでもいいし、この他にやってみたいことがもう一つありまして、これまで、自分がいろんな場所へ旅をしていた時に、その場所で撮影した写真を並べながら、その当時の出来事について振り返るっていうような、そういうラジオ形式の動画も撮ってみたいんですよね。写真を見ながら振り返るラジオっていう感じ。別にそれはね、写真を見てもいいし、もしくは画面を閉じて僕の声だけを聞くっていうような、そういう楽しみ方でも全然、構わないですし、そこら辺はお任せしますっていう感じですね。人によってはただ音声だけを聞きたい、もしくは喋っている様子を聞きながら何か違うことに専念したい、そうやって作業する合間に聞きたいっていう人もいたりするんで、そういう形式で動画を撮ろうかなと思いますね。天気が悪い日に関してはそんなところかな。どうしてもこうやって動画を撮る時って無意識のうちに肩に力が入ってしまうというか、なんだか別に緊張するっていうわけじゃないけれど、どこかぎこちない感じがしてしまうんですよね。なるべくもう肩肘張らず、もしくは 100% を求めない、もしくはもう10点20点でもいいから自分にとってプラスになるようなこと、もしくは自分が話したいと思っていたことについて1個でも
話すことができたら、一個でもその自分の今考えていることや今関心のあることについて話すことができたら、もうそれでいいんじゃないかなっていうような、もうそれぐらい気軽な気持ちで続けていくのがちょうどいいかなというふうに僕はそう思いますね。そこら辺の考え方は人それぞれなんで、どっちがいいかどうか、ここでは別に、明言するつもりはないし、どっちが良くてどっちが悪いとか別にそんなことを言うつもりはないけれど、ただこれは個人発信をする上ではやはり自分自身が満足して続けれるか、自分が楽しく続けられるかどうかがすごく大切なんで、そうやって今後どんな形式で動画を撮り続けていこうか、どんなことについて話をしていこうか、その時その状況に合わせてこうやって自分の人生の一部を切り取った動画配信、この動画日記というものを続けていきたいなというふうに思いますっていう感じですかね。毎度のことながら基本的にアドリブで喋っているわけですので、拙い部分があったり、もしくはまとまりのない部分が目立つかもしれないけれど、それでも見てくれる視聴者の方々には本当に感謝でしかないですね。本当にありがたいです。応援してくれる人だったり、もしくはコメントを寄せてくれる人もそうだけれど、やっぱりそういうのってすごい励みになるんですよね。どんな反応が来るかもわからないし、こういうコメントが来るんだみたいな、そういうのを見た時やっぱすげえ嬉しいなっていう風に感じますね。でその人たちの応援のメッセージというか、その激励というか、いろんなコメントが来るんで、何とも言えないけれど、何の反応もない、全くの無反応であるよりは多少なりともリアクションがあった方が個人的にはモチベーションになりますんで、そういう面ではこうして YouTube を続けてよかったなというふうに思いますっていう感じですかね。というわけでそろそろ時間ですし、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。